皆さんこんにちは、谷口信輝です。今回の回はですね、ここ、僕のプライベート空間からお送りしたいと思います。プライベート空間、僕の部屋ですけども、引いていくとなんとなく分かってしまうかもしれませんが、車の中ですね。僕の、プライベート空間はこちらハイエースです。ここはセカンドシートなんですけども、向こうにレースの助手席がありまして、ここでね、サーキットでくつろいで待機していられたり、冬寒いの時にね、レーシングスーツに着替えたりとか、あとはカーテン全部閉めて真っ暗、外から何もね見えないようにできるんで、何でもできる空間ですね。このね、大きなモニターにもちゃんと映り、テレビなりビデオなり見ながら、時にはですね、このようにね、こうして寝るわけですよ。なるほど。本当部屋ですね。そうでしょ。これだけ見てると、ハイエースの後ろどんなんやっけっていうのがあんま想像できないぐらい別空間ですよね。そうでしょ。もうね、この10人乗り11人乗りのハイエースなんですけど、ワゴンなんですけども、この椅子を全部取っ払い、なんと4人乗車に記載変更してしまいました。なのでこの車は4人しか乗れません。そしてね、ここにはこの壁を作り、後ろは若干荷室でね、自転車積んだりとかしてます。ちょっと外を見てみますか。まずね、ここ土金なんですよ。わかりました。なので靴入れがカーボンなんですね。これH ケースというですね、会社で作ってもらったカーボンのシューズトレイですね。やはりね、シューズトレイも軽量化の時代ですからね。何でも H ケースに頼みますね。ハイルーフ、ワイド、ロング、一番でかいやつです。それをですね、CRS というハイエース専門ショップさんでですね、いろいろかっこよく仕上げていただきまして、 SX っていうところの、CRS さんのホイール、フェンダー広がってんの、前後ともに。そしてヘッドライトが変わってるでしょ。ヘッドライト変わってますね。そしてボンネット変わってます。そしてこのスポイラー変わってます。ミラーカバー、ウインカーもつきます。ここにカメラもあっていろいろ見えます。このカメラがないと、ここにね、変なありますよね。ミラーがブサイクなのがあるじゃないですか。あれが嫌なんで、ここにカメラついてミラーなくしてますね。車高はどんぐらい下がってますか？車高はうんセンチ下がってますね。うんセンチ。これぐらいブロックが挟まってるんで、6センチぐらい下がってるのかな。タイヤがそう扁平のあれでそうそう、だけってことは普通のから比べるとだいぶ低い。だからね、ちょっと腹が吸ったりリップが吸ったりがちょっと心配です。そしてバレンティさんのテールレンズでしょ。
してこう出ると、まあね、もう2室。このバイクはなんちゃってですか？なんちゃってです。いつかダウンヒルに行こうと思ってるやつですね。このフレームだけで60万ぐらいするんですよ。高いんですよこれ。これをオブジェと考えたらなかなかのオブジェですね。そうでしょう。物欲。これを山に乗りに行きたい気持ちが半分6割、怪我しちゃいけないなっていうのが4割あるんで、どうしてもね、昔 BMX ライダーだっただけについついこう最初はおっかなびっくりやっててもだんだん調子こいてきたりするじゃないですか。もう体が言うこと聞かないくせに。なので自制心が4割ほど、いや言っちゃいけないでしょって思ってます。でも1回はちょっと使いに行きたいよね。これが変わってる、これが変わってる、ここが変わってる、そしてまあツイッターがついてる、スロコンがついてる、スロコンがついてるんですね。スロコンついてる、ブリッジのシートがついてる、シートヒーターついてる。へえ。これシートヒーター。ブリッドのシートでこのシートヒーターのがあるんですか？そう、あるのよ。へえ。じゃあ僕のハイエースドライブ行きましょうか。ドライブへ。ハイエース自体はどれぐらい乗ってるんですか？これも2年ぐらいだっけ？頻度的にはどうですか？全然乗ってないってこと？冬だけ？冬、いやちょいちょい主につくばが主に使ってて、たまに富士。じゃあつくば専用車ってこと？つくばってさ、あれがないんだよね。ピットハウスというかさ、はいはい、富士とかだとさ、ピットの中にこう部屋があるでしょ、はいはい、着替えれるでしょ。つくばって車の中で着替えなきゃいけないし、で朝早く行って待機の時間とかあるから、そういう時にこの車一番便利。いや、部屋として使ってると、そうそう。だから僕の居場所。レースの時乗っていかないんですかって言われるわけ。レースの時は居場所があるし、逆にピットの近くに車を置けないんだよね。遠くのパドックに置かされるんで、基本待機するための車でもあるから、あえてガソリン車を選んでます。ディーゼルではなく。アイドリングで置いてる時に静かに入れるように。で基本まあ車庫端にはしてるんで HKS の車庫帳が入ってます。玄武っていうね、いろんな足回りパーツのメーカーのいろんな、ワンプラバーだったりアームだったりいろんなのがね、車の下にいっぱいついてます。なので車庫端にしてる割にはこんなに苦痛じゃないでしょ。ちょっと車庫端の乗用車ぐらいの感じでしょこれ。この車はまだ新しい車なんで、エアコンつけてもカタ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 って言わないから前回ねすごいびっくりしましたもんね。はい、このくだりは前回の回を見ていただけるとこれ加速もいいですね。あ、そう？いや、いいと思います。多分スロコンですよね。スロコンね。うん、そうだね。少し敏感にね反応するようにはしてます。電スロがね、僕がこう開けた時になかなか開けてくれないのはちょっとね、じれったいんでね。本当ならね、僕が運転じゃなくて誰かに運転してもらって、僕後ろに座ってたい。谷口さん、そういう付き人的な人いないんですか？いないんですね。
なんか割とそのドライバーの方とかはもうその自分が育ててるみたいな若い子をよく一緒に連れてってとかやってるじゃないですか、皆さん。僕はやってないですね。逆にね、その世話してる人が、ちゃんとその人のこと考えてあげてんのって思っちゃう。自分の駒遣いに使ってるだけじゃないのとかって思っちゃうけどね。まあまあのね、その人の人生を左右しちゃうわけだからね。そうですよね。だから僕はそんな無責任に人の人生をこう左右できないんで、まあでも土屋さんみたいにね、運転手を雇ってね、マネージャー的な、そういうのはね憧れますけどね。どうするんでしょうね、こんなハイエース作っていらなくなった時に欲しい人いますかね。基本はまあ売る気はないですけど、どうしても欲しいって人がいて考えますよ